今回ご紹介するのは多田みな実のキアロスクーロという作品です。外の光を反射してキラキラと光る円錐形の彫刻。美術館の前庭で展示されているので見覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。キアロスクーロは山口県の宇部市で開催された野外彫刻展第8回現代日本彫刻展に出品され、東京国立近代美術館賞を受賞しました。この作品は空間の中で存在感を示しながらステンレスの反射によって周りの風景を取り込んでいて、不思議な鑑賞体験をもたらします。多田みな実は1960年代から野外彫刻展などに参加し、アクリルやアルミ、ステンレスなど当時の新しい素材を使った立体作品を発表してきました。美術分野での活動以外にも建築空間における照明や壁面装飾の仕事を手掛けており、現在でも全国各地で多田の作品を見ることができます。多田みな実が生涯で残した彫刻作品は200点、建築関係の作品は500点と言われており、その内容は多岐にわたります。それらの仕事には一貫して彼女の光と素材に対する探求心が反映されています。今からこの光と素材に着目してキアロスクーロを見ていきましょう。キアロスクーロはイタリア語で明暗を意味します。西洋美術では画面の明るい部分と暗い部分を描き分け、立体感を表現する技法のことをキアロスクーロと呼びます。光と密接に結びついた言葉がタイトルに選ばれています。光の反射がハイライトのような視覚的なリズムを生み出していることがわかります。光について多田は次のように述べています。空間というと目に見えない空気の形ですけれども、光を扱った場合にはそこへ光が反射したりして、光がそこに方向性と見えない空間を表現してくれるんじゃないかと私は思うんです。光は多田にとって重要なテーマでした。1960年代から照明設計を手掛けてきた多田は、ガラスや金属の光源が反射したり連なったりすることで生まれる光の広がりを緻密に設計する優れた感覚と知識を持っていました。光の反射を設計するために彫刻作品においても建築装飾においても精巧な模型が作成されました。こちらはキアロスクーロのために制作された当時の模型の写真です。光のきらめきはとても美しく鑑賞者を引きつけますが、一方で熱を帯びたりと危険をはらむものでもあります。特に太陽光の場合はなおさらでした。この作品で使われているステンレスも湾曲の具合によっては太陽光の反射が一点に集中し火が出るような危険もあります。公共の建築やホテルなど人々が行き交う空間での照明設計を得意とする多田は、光の美しさを追求するだけではなく安全性をも追求した作品を作るノウハウを持っていたのです。実際に作品の前に立ってみると、像が歪んだり拡大されたりしながら体の動きと一緒になって変化します。外の世界を映し込む鏡のような表面は時間帯や季節によってさまざまに表情を変えていきます。彼女にとって彫刻は何かを象徴したり空間の中でフォルムやボリュームを示すものではありませんでした。作品は鑑賞者の視線を見つめ返し、より広い世界へと意識を導くための器のような役割を持っていました。多田の言葉を引用します。私の作品の場合は周りのものをそこに変形して映してしまうわけです。そのままに映ると消してしまうんですけれども、変形して映してしまうと人間というのは意外に全然感じなかった空間を非常に意識する。
作家としてモニュメンタルな彫刻を作るという考え方とはちょっと違っているわけです。広がっていく内側、そういうものの空間を追求してみたいと思ったわけです。多田みな実は彫刻の中に新しい宇宙を込めたいという言葉も残しています。シンプルで美しく無駄のない造形は時空間を超えた何者かに向けて作られているのです。このような造形を生み出すために多田は素材を加工する技術に対しても並々ならぬ情熱を注いでいました。キアロスクーロの滑らかな曲面は町工場の技術者によってすべて手作業で曲げられています。多田みな実が創作の方向性を見出した1960年代から70年代はまさに日本の高度経済成長期にあたり、さまざまな素材が開発されました。彼女は常に新しい素材に関心を持ち、理想の造形を実現できる技術者を探し求めていました。当時の社会状況を振り返るならば、女性である多田が男性ばかりの技術者や建築家と対等に渡り合い、自らの追求する作品を生み出すためには計り知れない努力の積み重ねが必要だったのではないかと思います。作品の曲面やぴったりと重なったステンレスの継ぎ目、制作後40年以上経過しても失われない輝きはその賜物と言えるでしょう。この作品を通じて今日の私たちは多田みな実の素材への探求心や技術者と共同して理想の形を実現するプライドに接することができます。当館にいらした際にはぜひこのようにキアロスクーロに近づいてじっくり眺めてみてください。